今回はまた、日本の心を伝える会代表である小名木善光氏に学ばせていただこうと思います。近くの八幡神社に、乃木大将の中根碑があります。高さ3メートルくらいの大きな石碑です。表には、中根碑、丸助書と書かれ、後ろには、地元から日露戦争に出征して亡くなった英霊の名が刻まれています。この中根碑は、一時、地面に丸ごと埋められていました。それは、昭和20年、日本が戦争に敗れ、GHQ がやってきて、我が国の軍神像などを片っ端から潰していった時のことです。昭和20年といえば、1945年です。日露戦争が1905年です。たった40年しか経っていません。つまり終戦当時、日露戦争に従軍し、まさに石碑の後ろに名前が刻まれてた兵隊さんの父母や兄弟姉妹がまだ存命だった時代です。いくら日本が敗れたとはいえ、身内の名前まで消されてはかなわないと、近所のおじさんたちが集まって石碑を土に埋めました。そしてサンフランシスコ講和条約の締結によって我が国が主権を回復すると決まった時、また近所のおじさんたちが集まってこの石踏みを掘り起こしました。昭和26年の夏のことです。サンフランシスコ講和条約の発効は翌年4月です。けれどそんなものを待ってなどいられなかったのです。だから決まった時にみんなですぐに掘り起こしました。大好きだった兄、勇敢で明るくてしっかり者だった息子が名誉の戦死を遂げたのです。その死を悼んで乃木将軍が大きな石踏みを建ててくださったのです。その石踏みは地域のみんなで大事に大事に地元の神社に建立されていたのです。だから日露戦争の後、毎年何か用があって神社に行くたびにこの石踏みの前でお父ちゃんに手を合わせていました。その石踏みが日本が戦争に負けた時に地面に埋められていたのです。ようやく6年経ってその石踏みが掘り起こされた時、もちろん重機なんかありませんから全部手作業です。近所のおじさんたちが集まってみんなで縁こらって掘り起こし、石踏みをきれいに洗って再び車内に建てました。神主さんが祝詞をあげてくれました。兄を亡くしたおばあちゃんはその時地面にひざまずいて両手を合わせて泣いていたそうです。もらい泣きでその娘さんも一緒に涙を流していました。汗と泥で真っ黒になっていたおじさんたちもそんな姿に涙をこらえきれず、あちこちでおえつが響いたそうです。おばあちゃんにはその石踏みが亡くなられた兄の姿に見えたのかもしれません。夫が帰ってきた、そんな風に感じた奥さんもいた。境内で石踏みを起こす妊婦さんたちに大声で指揮を執っていたおじさんは、まだ3つだった頃に5丁だった父を亡くしました。そんな息子さんももう49歳でした。まだ残暑が厳しい日でした。お天道様が西の空に沈んで、夜になって氏子会館で簡単な宴が催されました。懐かしいおじいちゃん、青春の日のおじいちゃん、勇壮な出征の時の様子が語られる。乃木将軍のことが語られる。石踏みが建てられた時はね、県知事さんや市長さんたちも来てね。おめえ、いたずらこいて兵隊さんに怒られてたろ。やめてよ母さん。あれはもう50年も昔の話でねえか。宴が終わって帰り道、またまた境内で両手を合わせ深々とお辞儀をして2泊する人々。そんな歴史が今住んでいるすぐ近くの神社にありました。この中根碑は今全国の主だった神社に建てられています。そしてその一つ一つの中根碑に
涙なくしては語れない歴史が刻まれています。そんな歴史は紙にも文にもなっていません。もう90歳になる近所のおじいちゃんが亡くなったら、忠魂碑がなぜいつ建てられ、戦後の一時期みんなでそれを埋めて講和条約の後また掘り返したって話はおそらく消えてなくなってしまうのかもしれません。本当であれば近所の小中学校や高校などが主体となって地元の様々な歴史を掘り起こし、それを取りまとめて文書にしていかなければならないのではないかと思います。なぜなら歴史というのは実際の出来事ではなく、書かれたものが歴史となるからです。出来事は時の経過とともに失われていくのです。だから私たちは文字や絵や映像の力を借りて、その失われる出来事を記録し、記憶に留め、それが失われないようにストーリーを組むのです。それが歴史です。戦前はこうした郷土史などは市町村の教育長さんが中心となって市町村内の旧制中学などに呼びかけ、学校の教師や生徒たちが郷土史の編纂に取り組むということがよく行われていました。今もそうした郷土史は和とじ本となって市町村に保管されていますが、戦後の市町村の統合によって今ではそのほとんどがうずもれてしまっていると言われています。残念なことに戦後に GHQ の指導によって生まれた教育委員会は、小中学校の教職員の人事には関心はあるものの、市町村の郷土史にはほとんど関心が払われていないと言われています。本当ならば郷土史こそ郷土の誉れであり、郷土を愛する人々のアイデンティティの基礎になるものであるはずです。しかし地方によっては県や市のホームページに教育委員会が中心となって作った郷土史や郷土の名所を紹介しているところもあります。そうした動きが小中学校や地元の高校を通じてもっと盛んになっていくことを希望します。人間にとって小さな歴史こそ人を作る大きな歴史なのですから。最後までご覧いただきありがとうございました。今回の動画はこれで終わりとなります。よろしければ動画のシェア、チャンネル登録、高評価ボタンのクリックをお願いします。コメントもお待ちしています。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。